特に日本の男子バレーってやっぱり上背が身長が欧米諸国と比べても南米とかに比べてもすごくやっぱりちょっと見劣りするぐらい低いですから、その分やっぱ速さを追求して相手のブロックがつかないようにっていう形でパスが生命線になってきたり、そういう意味では崩れた時にどう対処するかっていうのも大事なんですけど、基本的にはやっぱりパスを崩すで、やっぱり枚数がちゃんとやっぱり1枚とかノーブロックになったらほとんど決まりますね。これは女子でも一緒ですけど、だから的確に相手がレフトで2枚ついた時に相手の状況に応じてディフェンスラインを引いたりっていうのがいち早くできないとスパイクのスピードもありますから、だからもう大体ディフェンスできる確率が上がるっていうのは、まず相手がヒットする段階で大体想像はつきますよね。上がる上がんないは別にしても上がる確率がすごく高くなってるっていう状態っていうのは作れると思いますね。そうですね、やっぱスピードが速いので対応しきれなくなっちゃうんで、個人技だけでは。だから本当にトータルで考えると、やっぱブロックとディフェンスの関係性をより緻密にやってるチームが強いことは確かですね、間違いなく。ただ漠然とブロックついてレシーブ入れっていうんじゃなくて、この時だからここにちゃんとポジショニング取ってっていう、そういう形が相手が打ってくる時にもう待てるっていうのがやっぱり条件になってきますね。出てるっていうか、もう試合前にもう全部ローテーションごとに、この選手は1枚になったらここに打つケースが多いで、打った時にここに来るとかで、2枚ついた時にはこういうコースが多いから、じゃあブロックはストレート側を締めるとか開けるとか、そういうもう選手ごとローテーションごとにミーティングするんですね、各チーム。だからもう全部頭に入った上で試合を展開してるんですけど、ただ試合前にやったミーティングと違う攻撃だとか、いろんなことを違うことをやる場合もあるわけですよ、試合によって。そうなると試合中に今こうだけど、ストレートをこのローテーションでレフト上がって、あの選手の時はストレート締めろっつったけど全部クロス打ってるからストレート上げてっていう指示も試合中に出さなきゃいけないっていう、その試合中もデータがもうどんどん入ってきますから、だから今本当にすごい各チームともデータに関してはよりスピード感もありますし、試合前の準備にしてもすごく細かくやって頭に入れて試合に臨んでるっていうのが現状ですので、それをもう平然とやっていかなきゃいけないバレーボーラーっていうのは、やっぱり頭で考え体で反応する、そういう意味で非常に高度な今バレーボールの試合、特にトップレベルになるとそういうしのぎ合いっていうか、データの騙し合いとかそういうのもありますですね、見てたら。そういうことです。だからもう1枚になったから前に詰めるとか、その準備をいち早くする、であとデータも頭に入れる、今日の試合の特徴も頭に入れるっていう、そういうことを考えながら、あとはもうみんながやってるってことですよ。でベンチからも指示が出る。